スキーマ建築計画の長坂丈です。建築家です。そうですね、僕は98年に大学を卒業して、普通だったらアトリエとかに就職して、それから修行した上で独立をするんですけど、何を思ったのかいきなり自分でやり始めたっていうのが僕の多分特徴的な部分で、当然設計はできないので、建築の設計とかまでの仕事は来ないので、家具から自分のできることから自分の手を動かしながら作っていくっていうことをやってたんですけど、その甲斐あって今も家具も作れるし、インテリアもやるし、結果的に建築もやっているっていうような感じですね。そこが特徴かなという。基本的に家具を作る時に家具はそんなに頻度多くないんですけど、自分のプロジェクトにおいてどうしても必要になってくる、既製品ではない家具を作るっていうことは当然ありますし、あとはもう一つは建築はやはりいろんなコンテクストがあって、いろんな予見を含めて最終的にものを作っていくので、純粋にコンセプトが現れるかっていうと意外に現れづらいというか、いろんな条件諸条件がついてくる。それに対してやはり家具っていうのは結構クリアにコンセプトが表しやすいというか、僕一応デザインをする時に大事に思ってるのが、知の更新って、ちょっと難しいですけど、知ることを更新するっていうことを大事にしていて、今まで知らなかったことを自分が知って、それによってこれ作りたいっていう衝動ができて、それをみんなにも知ってもらう、知らなかったことを知ってもらうっていうことを、それをデザインだと思ってるんですね。基本的にはそれって多分下根さんのセレクトするスタンスなので、我々そこに向けて作っているわけでは正直なくて、先ほども話をしたように知らなかったことを知ってそれを形にするっていうのが僕のスタンスで、特にプロダクトはあんまり別にそれを自分のプロフェッショナリティと思ってやってるわけではないので、どちらかというと、コンセプトを表現したいっていうところが強くて、それがアイデアが湧いた時に作ろうっていうふうに思うので、基本的には知らなかったことを知ったその表現として家具を作っている。で建築だとなかなか表現できないものを家具で表現しているっていうのがスタンスなので、なかなか難しいんですけど、よく思うのが昔のその日本の伝統工芸とかのアイディアって意外にすごく分かりやすくてすごく明快で、このフラットテーブルはちょっと違うんですが、カラリンっていうのをミラノで発表したことがあるんですけど、それはうずくりっていうものと、津軽塗りの色を重ねて研磨することで凹凸によって模様ができるっていう仕組みを取り入れて作ったんですけどね。そういう僕のデザインを考える時に意外にその昔の知恵っていうのを改めて参照して、それを現代にどうやって落としていくかっていうことを考えることが結構あって、参照としてその昔の知恵、誰が生み出したのかわからないその、知恵に対して結構リスペクトを置いているっていうのはあるかもしれないですね。